高島ファルコンズの千秋です。安藤です。今日はパチンコのオールナイト営業について話していきたいんだけど、オールナイト営業っていうのが、12月31日の9時から1月1日25時の間、最長で40時間連続でホールを開くことができる、この2日間のみ三重県で行われる特別な営業体系のことを言うんやけど、普段の三重のパチンコ屋の営業時間が9時から12時、24時。で、東京でも10時から23時やから、この40時間連続っていうのがいかに異常かっていうのがわかると思うんやけど、そもそも本来パチンコホールは風営法で午前0時から6時までの営業を禁じられているところ、三重県では風営的成果法施行条例により12月31日の午前9時から翌年1月2日の午前1時までの連続営業が可能となっていることから40時間連続でできるっていうことが条例として決まっとるんね。このぶっ通しでギャンブルができる環境っていうのは日本ではほんとここぐらいやもんな。この時だけ、しかも三重県だけっていうことやもんな。しかもそれが国が公認として認めとるから明らかに異常やわな。すごい三重県だけなのなこれ。それ不思議やんな。一応名目上は三重には伊勢神宮があるやん。でその伊勢神宮の参拝客にトイレを利用させる目的として開けるっていうへりくつってあれなんやけどさなんか無理やりやなそれも。そういう名目上ためにご利用ししたみたいな感じかな。今もこういう形骸化されとって、普通にパチ屋を利用したい人が、パチンコを打つために行くみたいな感じになっとんな。トイレなんてな別に今はコンビニとかあるからだからだけど、一応そういう名目で最初が1985年から始まったらしいんやけど、それが今までずっとやっとって、おそらく2024年の今年もやるであろうと言われとるんよね。かという私も参加したことが10年ぐらい前の学生時代にあって、これがいわゆる5号機って呼ばれてたことやから知識が偏っとるかもしれんねんけど、もう全国から猛者たちが集まってくるんよね。この40時間開いとるっていう状況に。県境をまたいでその三重県に一歩でも踏み入れればそこからは24時間、最長40時間営業のホールが出現するわけか。そう。だから当日の駐車場のナンバープレートとか47都道府県全国から来とるんじゃないかっていうぐらいいろいろ見れて、見とるだけで面白い。これやってないところもあんの ?40 時間。中には40時間じゃなくて38時間とかもあるけど、基本やっぱり夜通しやってるわけや。40時間やっとるな、基本的に。儲かるんやろうな、やっとけば。そう。どんな小さいホールでもやっとんのよ。当時は抽選じゃなくて並び順っていう店も多かったから、早い人だったら30日の8時ぐらいからテント張って並んどる人もおったな。8時って20時じゃないよ。もう朝の8時よ。それは普通に営業しとんじゃないのその時間。営業しとるけど、もう場所取りとしてそこまで準備してもう一番で入りたいっていうだってわざわざさ、九州とかからも車で来るんやね。だからもう熱入っとる人はすごいよ。俺は見たことないけど、噂だったらもうジャンタクとか持ち込んでそこで麻雀とかしとるっていう人もおったらしい。外でってこと？駐車場とかで？もう駐車場っていうか並びのところで。はい。こたつとか持ち込む人がおるって聞いたことあるけどな。鍋しとるとかな。並びながら。おる。ただ今は多分抽選順になったとこが多いから、開店の1時間前とかに来る人が多いんじゃないかなとは思う。で、今の現状わからんからちょっとあれないけど。そんだけ早く並んでも抽選になるから一緒ってことか。そう。ただ、もう俺が行った10年前とかはめっちゃカオスやったよ。県だけしかやってないけどさ、伊勢神宮とかさ、別に他の県でもさ、もっと参拝者多い神社とかあるのに、三重県だけなんやな、やっとんのが。不思議やな。これに関してなんかいろいろ諸説あるみたいやけど、でも現状できとんのが三重県だけやからな。他の県でもやりゃいいのにって思うけどな、儲かるんであれば。今からやるってなるとやっぱ県民の反発がすごいやろうから、パチンコ風当たり強いからな。できやんのやろうな、今からは。で、三重県民からしても深夜はパチンコやっとるっていうのがもう当たり前っていう感覚になっとるから、今更そんな声を大にしてやめろっていうのもあんまりないんじゃないかな。パチンコ屋ってそこまで住宅街にあるわけじゃないから、そんなに男気にならんっていうのもあれば、歌う人からしたらあんまり興味ないしな。別にやってようがやってなかろうが。そう、関係ないからな。俺はあんまパチンコやらんから、あんまっていうか全然やらんから、そうやな。別にやってようがやってなかろうが全然興味はないんやけど、でもトイレ借りれるっていうのは確かに、コンビニのトイレって小さいし、コンビニ側もトイレだけ使われるのはあんまよく思ってないやろうから、そこでパチンコ屋が大々的にトイレ使っていいですよってなっとんのやったら、助かる面もあるやろうけどな。確かにな、地元民からしたら県外からいろんな人来てお金落としてくれるっていう意味合いもあって
ちょうどいいかもしれんな。道が混むから迷惑やっていう人もおるやろうけどな。確かにな。ホテルとか。伊勢神宮に行くために県外から来とる人とかは、ホテルと取れやんくてな、困るとかいう人もおるやろうな。そのせいで。こういうのって、普段有利できやん。深夜のさ、2時とか3時にパチ屋でスロットとかパチンコが打てるっていう特別感だけで来とる人多いと思うよね。別に勝つつもりで来とるわけじゃないってこと？そうそう。儲けるために。だって当時の状況なんて、もういわゆる勝てる仕様で代を設定してないよね。だって全然勝てる仕様じゃなくてもお客さんは座るから。なるほどな。ほんまに満席やから。いや満席やったから。出てないのに座っとんだよみんな。座っとるし、席が空いたら待っとる人がすぐその席に座るみたいな感じで、設定とか気にして立ち回っとる人は当時はそんなおらんだし、そんなんやりたいんやったら普通に県外の店行くからな。地元のお祭りみたいなもんなんや。だから。ああ、そうそう、お祭りみたいな側面があるらしいな、これは。そうそう、勝とうと思って行ってない面はある。まあその時間にギャンブルができる特別感、高揚感みたいなね。非日常感を求めるためだけに行ってると思う。実際な、オールナイト一人で行くのは至難の技やと思うで。あんなピカピカしたとこでさ、まあ、例えば40時間打ちますってなったら、疲労感やばいし、まあ、当時とかタバコとかも全然自分の席で吸えたから、衛生面とかも全然良くないと思うから。空気悪いな。空気悪い。これこそ、ほんまに仲のいい友達とワイワイヤンヤン言いながら雰囲気を味わうっていう楽しみ方やと思うな。歌ん立場から言わせてもらうと、実際な、地元、まあその三重県のその活性化には繋がっとる側面はあると思うから、全然続けてっていいと思うけど、やるんやったらもっとな、広告打てばいいのになと思うけどな。そのパチンカーの間では有名やけどさ、歌ん人には全然知れ渡ってない気がするんよな。CM とかもやってないし。まあ、そやな。昔さ、なんか有名な YouTuber、俺やパチンコとか柴田とかさ。はいはい。なんかああいう人らがよく配信しとったけどな、今はできやんくなったっていう噂があるよな。厳しくなったみたいやな。昔はオールナイトとかでも YouTuber とかニコニコ動画の生放送で配信者がすごい回してホールの状況とかもすごい盛り上げたりしとったんやけど、コロナ禍以降、まあ、そういうのも自粛しようみたいになって、今はライターとかをオールナイトパチンコに呼んでないんじゃないかな、店側が。このあたりは最近のことはわからんねんけど。まあパチンカーの人たちが来たら、まあ勝っても負けてもな、飯は食うわけやから、実際飲食店は儲かる。確かに。勝てばさ、ギャンブルやる人って豪遊するやん。ああ、する。経済効果はありそうやな。負けても飯食うやろうし、ホテルも取るやろうし。負けてもな、どうせこんな一緒やってなって豪遊するよ、負けても。どうせ負けとったかねやつって。しかもさ、三重県ってそもそもさ、通常の営業時間もちょっと長いよな、他の県より。長い。9時から24時やから、長いよ、普段より。一番長いのが宮城県で8時から24時。すごいな、朝の。8時は早い。でもやっぱり多くのところが、まあ、10時から23時って考えると、まあ三重は優遇されとるんやなって思うわ。しかもさ、これオールナイト営業もそうなんやけど、その1月2日以降も深夜1時まで営業できるんやろ。そうやな。これはでも、地方の県でも特別営業みたいな感じでちょっと長いと思うよ。富山とかでも23時なんか24時までできるとかあったんじゃないかな。で、あと、オールナイト営業の何がいいかっていうと、まあ普段、例えば23時で打ち切られるところが、まあ翌日の24時とか25時まで打てるっていうメリットがあって、中には一回そのモードに入ったら、もう終わりませんみたいな台も当時あったよね。当たりが継続するってことか。そうそう、当たりが継続する台とか。だから、普段やったらどんだけフルで回しても、まあ1万回転ぐらいしかスロットで言うと回せやんのが、まあそれの約3倍とか回せるから、当時で3万枚っていうパチンコやってる人からすれば、もう訳がわからんぐらいの数字なんやけど、オールナイトやから3万枚出たよとかそういう報告もあって。通常の営業時間では、勝ち続けても3万枚は出やんってことか。うん、絶対無理。途中で23時で打ち切られるから、いくら出てても、モードがその状態でも、その時点でもうダメってなってしまう。店側が閉店なんでやめてくださいっていう肩叩きがあるんやけど、オールナイトはそっからさらに24時間打てるから、ほんと止まらん台とかやったらもうずっと出続けとるっていう現状があって、それが夢を追い求める人からすれば、まあ朝一からずっとやりたいっていう夢やな。確かに、まあ3万枚やから10日交換やとしたら60万円ってことか。まあそうやな。1日で60万円か。まあ夢あるな。確かに。でも大半は、まあさっきも言ったけど、もう設定がクソでパチンコも1000円でもう数回転しか回らん状況やから、昼頃にはもう死んだ目しながら、
現金をひたすら投資し続けとる状況が8割ぐらい。でもまあカオスやね。エスポワールみたいやな。開示の。ああ、エスポワールみたいやで、本当に。ほんで、勝ちたい人は、オールナイト営業の後、そういう県外から来る人が帰って、地元民が延長営業で座るんやけど、その時は地元に還元してくれるって言われとる。それも名刺みたいなもんやろ、でも。名刺みたいなもんやけど、店側としたらさ、1年に1回しか、太客よりも、その時しか来やんやつよりな。継続的に通い続けてくる地元の人に通ってほしいから、1月の3日とか4日ぐらいの落ち着いた頃が、地元民は狙い目って言っとる。なんかそういうの考えるんやな。パチンコ打つ人って。ただこれも俺が、2012、3年の話やから、もっと前とかは出玉とかも規制がなくて、やばい時代やったから、2000年初期とか、だから、その頃はもっとカオスやったと思うで。もっと4万5万枚って出とったってこと？うん、いわゆるその、大きて、それとる頃のオールナイト営業はもっと、戦場みたいな。もっと並ぶ人も多いし、台の取り合いとか、揉め事も多かったんじゃないかな。パチンコのな、もっと盛り上がってた時代か。今はもうだいぶ下火になってきてるからな、パチンコも。そうそうそう。だから熱量が。俺らのその地元のさ、高茶屋、津市高茶屋って場所は結構パチンコ屋が多いやんか。結構密集しとる。多いな。めちゃくちゃ多いと思うよ。徒歩圏内に3店舗、4店舗ぐらいであるから。その全てが、大晦日はずっと営業するわけやろ、夜通し。そうそう。その地元に他府県から来るわけか。他府県の人もさ、県内のどこのホールに行くかとかも選び放題なわけやんか。多少下調べしとると思うよ。どうやって選んでくるんやろうな。口コミあるね、今の時代。SNS とか、ホールの情報とか、出回っとるから。中には、逆に宣伝にもなるからさ、店の。すごい出す店もあるらしいよね。オールナイトの時こそ。普段回収できるから。その分。SNS とかでさ、この店がめちゃくちゃ出てますってなったら、すごい影響力やから、宣伝効果にもなるわな。その時に、X とかで、今こんだけ出たっていうのをポストすれば、他の店から来るわけか、はしごして。うん。他の売っとる人たちが。うん。確かに。そういうのリアルタイムで見とるもんなん？パチンカーたちは。見とると思うよ。じゃああっち出とるらしいからあっち行こうってなるんか。お祭りやからさ。検索すれば。今多分タグとかもついて投稿されとると思うよ。オールナイト営業って言って。そういう情報を張り巡らせたり、そういうコミュニティがあったりもするんか。あのホールが出とるとか。あると思うよ。うん、絶対あるよ。昔さ、俺らが富山でさ、ホタルイカ取りに行った時にさ、ホタルイカの掲示板でさ、どこの浜でホタルイカ出てますみたいな情報をさ、共有しとったやん。しとった。そういう感じか。それと一緒よ。ただ、ホタルイカと違って、ガセ言うやつもおるから。それはなんでなん？愉快犯ってこと？愉快犯。どこにでも自分はわざわざそんな遠征して数十万負けて後悔しとるやつよりも地元でぬくぬくと自分の好きなホールで自分の好きな打ちたい台を打って年を過ごすっていうやつもおるから愉快犯やな。あと、やっぱ民度やな。下水よな。パチンコやっとるやつらほんま。そもそもパチンコやっとる人の民度にもよる。が負けたらさ、店のアンチになるからさ。ああ、台叩くやつもおるしな。だから、本気でオールナイトで勝とうとしとるやつは、おとなしくわざわざ三重なんか来ずに、地元の生き慣れたホールでやった方がいいと思う。でもその出すホールっていうのはさ、設定がいい台が多いってことやろ。他のところに比べて。そうやな。でもさ、その設定っていうのは一回営業始めたら帰れやんから、もう40時間ずーっと出されるわけや。うん。履き続けるわけや、メダルを。もうその覚悟の上やろな。もうそれ以外で回収すればいいやっていう考えない。だから安易に設定入れれやんわけやな、店側も。出されたらな、ずーっと。だからよくパチンコ屋の営業とかで、コーナー営業とか、時間差営業って言って、本来9時から開店しとるのに、その台だけ15時からしか開店しませんとか、17時からしか打てませんっていうようにさして、少しでも設定のいい台を、なんか稼働時間を短くさせる商法が結構ある。なるほどな。その設定入れてもそんなに傷を浅くするためにってことか。そう。パチンコやって店長変わっただけでも上り立てて専念したりしてるもんな。そんな関係あんのかと思ってしまうけど。いくら今下火になっとるとはいえ、根強い人気はあるからさ。ギャンブル中毒者はな、いつの時代もおるからな。そう。いい店に行こうっていう、やっぱ情報社会やから、そういうのすぐ出回るよ。当チャンネルのさ、そのアイコンがさ、パチンコ売っとる姿みたいなアイコンなんやけど。あ、確かにな。実はな。パチ屋のホールで撮ったやつじゃなくて、スーパー銭湯のゲームコーナーかな、あれは。競艇とかな、公営競技やったら好きやからな、オールナイト営業しとったら行ってみたいなと思うけど。おもろいやろ。走っとる人は大変やろうけど。深夜の2時とか3時に競艇場行って、ヤジ飛ばせるんやろ。そう。
ミッドナイトレースとか競輪はあるけど、正確にはな、そう、最近、そんな深夜じゃないけど、ミッドナイトボートレースっていうのはあって、11時ぐらいまでやっとるんじゃないかな、場によっては。始める時間を遅くして。やっぱそれも営業努力やろう。そういうのがあったら行ってみたいなと思うけど、パチンコとかスロットにずっと40時間とか座り続ける。もちろん休憩は行くと思うけど、座り続けられる集中力というか忍耐力はすごいなと思うわ。腰も痛なるし、手も痛くなるし。ほんま満身創痍やで。パチンコ屋の椅子ってな、そんなにいいもんじゃないしな、あれ。翌朝の3時とか4時とかも、ほんま死んだ目しとるやつしかおらんからな。朝から売っとるやつは。俺も売ったことはあるんやけどさ、スロットもパチンコも。マジで作業やん、あれって。ひたすら同じ手の動きの繰り返しやしさ。で、演出も当たらんかったら、カイジとかやったらカイジがずっと歩いとるとかさ。基本なんか、街を漫画の主人公が歩いとるみたいなシーン多いやん。マジで退屈で死にそうになるわ、あれ。いや、そうやと思うで。よくやれるよな、あれ。脳がもう焼かれとる。でも、オールナイト営業は今後もずっと続くと思うよ。よっぽど警察とかに目つけられん限りは。でも、パチンコ屋がやっとることで警察に目つけられることはないんじゃないの？パチンコ屋ってだって、関係がズブズブやからな。パチンコ屋を統括しとるさ、組織がもう警察の天下り先になっとるやんな。現状そうやな。なんとか遊戯協会とか、全日幽連とか。3点方式とかも黙認されとるからな。逆に、オールナイトできるのが三重県っていうのが良かったと思うで。これがもしさ、もう東京とかでオールナイト営業したらすげえカオスになると思うで。ああ、ただでさえ人多いところにな。三重っていうちょうどいい田舎に。田舎でしかもアクセスも悪いしな。新幹線も空港もないし。だから来る人は命がけで来るから、何十時間してでも車でも。確かにな、あんな不便なところによく来るよな。めちゃくちゃ行きづらいよな、あんなとこ。いや、ほんと、だからよっぽどの物好きじゃないと、俺は三重県民である限り、全然、まあ自分がそのとやっとったってのもあれやけど、悪しき習慣じゃないと思うな。肯定するわ。そうやな、トイレ借りるのもあれやし、まあトイレ綺麗やしな、パチンコ屋のトイレって結構な。うん。トイレを貸すっていう目的は割と果たせとるとは思うよ。行きたくはないけどな、音がすごいから。できれば。でも、まあ三重県だけのな、特別な行事でこの夜通しギャンブルができるっていうのは特別な体験やから、今年の年末、大晦日行ってみてもいいんじゃないでしょうかね。好きな人は。行きますか、千秋さん。私は行かないですね。行かないですか。私ももう一人で行く体力もないんで、誰か行ってくれる人をちょっと募集しますわ。もし行くなら。行かんなぁ。普段別に行かんし。いや、わざわざ金捨てに行くようなもんやし。それやったら協定とかの方がいいわ。そうやな。そんな感じで今日はパチンコのオールナイト営業について話してみました。ありがとうございます。ありがとうございます。このチャンネルではこんな感じで普段気になった出来事やニュースを雑談形式で配信しています。どのチャンネルかわからなく前にチャンネル登録とまた高評価の方お願いします。あと個人的に蒸されたいっていうブログを運営してて週に1回更新してるので読んでくれたら嬉しいです。